どこかにマイルって知ってる？それは日本航空が提供する目的地を委ねる国内旅行。結論から言うと完全ランダムで行き先が決まるわけだけど、僕は4つの行き先を絞ることができた。小松、石垣、宮島、広島。どうせなら約7000マイルほぼ無料で。一番遠い沖縄に興味があった。すごく楽しみでガチャを回したんだよね。そしたらまさかの一番近い小松になってしまったよ。これはもう神が行けと言ってるようなもんだね。私たち日本人は日本という場所に住んでいる以上、自然災害から逃れることはできない。僕が今から行く能登半島も大きな地震に見舞われた。2024年1月1日、能登半島の沖合を震源とする最大震度7の地震が発生した。あれから間もなく2年、今を見てきた。この番組は島ご覧の支援者の提供でお送りします。何やらレトロなベルトコンベヤーを発見。エスカレーター設置できなかったのかな。あんなの空港でも見たことがないよ。ここは東京モノレール浜松町。全部京都のタバコばっかだな。大阪もあるけど香川ないのか。てかよく見たらお茶じゃん、これ全部。ガラス張りのエスカレーターと吹き抜けのコンコース。異様に無駄な空間が多いのはここが増設されたエリアだった。時間が止まっちゃってるよ。おもろ。もう空港に着いたみたいだな。違和感すごいよ。しばらくは各駅しか来ないのか。普通と快速と空港快速があって、僕はこれを見送ることにしたよ。久しぶりに来た浜松町駅も観察したかったしね。東京モノレールは小座敷、レールの上にまたがって走るタイプ。日立製だから東京ディズニーランドや大阪モノレール、重慶やドバイのモノレールと一緒のタイプ。この車両は結構新しいね。本当は古い車両に乗りたかったよ。新車は車内が明るすぎて眩しいよ。発車時刻だ。この電車は空港快速。次は羽田空港第3ターミナルまで止まらない。昼間も空中散歩みたいで楽しいと思うけど、夜も夜景が綺麗なんじゃないかな。 JR 線をまたぎ首都高をまたいだ。車内はなんとなく JR っぽい作りだけど、窓枠が斜めになってる。これじゃ飲み物置けないよ。レインボーブリッジだ。とっても綺麗。東京モノレール自体線路はとっても古く、東京オリンピックに合わせて1964年に開業した。早いな。空港快速はああやって駅をたくさん飛ばしてくれるから楽しいんだよ。浜松町から羽田空港まで約13キロを15分で結ぶ。先発の普通電車を追い抜いた。このモノレールができるまでは車で行くと渋滞がひどい時は1時間もかかったみたい。今じゃそんなことはありえないね。もう滑走路が見えてきたよ。整備に携わる人のための駅を通過し、再び地上に出た。久しぶりにモノレールに乗ったんだけど、レールが古いから結構揺れるかと思いきや、かなり静か、安定した走りだ。モーターも床下にあるはずなんだけど、なんでこんな静かなんだろう。ゴムタイヤだから。まあ小刻みな揺れはあるんだよ。でも不愉快じゃない。乗ってて楽しい揺れさ。あっという間に第1ビルに到着。モノレールは終点の第2ターミナルに向けて走り去った。もう何が何だか分かんねえな、羽田空港。第2ターミナルは初めて来たわ。あ、ここ T1 か。すごいね。新幹線並みにいろいろと飛行機が出てるけど、俺は20時40の小松 JL193 か。なぜかゲート変更になったんだよな。なんでだろう。使用機材遅れ？なんか遅れまくってんな。空港職員であろう人が退勤してるし、出勤もしてる。この羽田空港は24時間だから大変だね。夕飯食べてないからどうしようかな。ラーメンかうどんか。もう今日麺しか食べてないな。ご飯食べたい。なんとなく国内線ターミナルだから地方味を感じなくもないが、 JA のポスターがすごいいいな。飛行機には何回か乗ってるのに、自分国内線には一度も乗ったことなくて人生初や。楽しみだな。 ANA が第2で JAL が第1なんだね。だけどたまに ANA も来るんだ。福岡行き。羽田空港横に長いって感じなのか。
でもそういえば丸亀って丼物あったよな。ここやってるかなと思ったら米系が全くなかったわ。店によるんだよな。なんかないかな。あと40分でなんだっけ、出国じゃなくてセキュリティチェック受けないとダメだからね。はよ食べんと。ないですよね。最悪コンビニでなんか買ってデッキかなんかで食べようかな。暇だな意外と。僕はとある地方空港をよく利用するから JAL ショップしか使ったことがない。 ANA にもこういうショップってあるんかな。全く知らんわ国内線。素晴らしい開放感。これが国内線ターミナルか。そういえば某サブチャンネルではあそこの通路か謎のパイロットがいるよね。あれが JAL の国内線ラウンジか。ファーストクラスラウンジって書いてある。なんか国内線本当によく分かんないけど、僕は勝手にね、なんかチェックインとかタッチ&ゴーとかしてるらしいから、これ使わなくていいみたい。真下に保安検査場があるんだけど初めて見たな。このシートを使えばいいのか。でもなんか一回来たことあるんかな。何回か来たことある。そういえば先月来たかもしれない。ここでなんか赤服売ってた気がする。お餅屋いいね。ネオンが立派なクリスマスツリー、吹き抜けのエレベーター、なんてゴージャスなんだ。空港とは思えないよ。展望デッキは6階か。なんなんだこの、完璧じゃないかこの空港。ちょうど真下に飛行機が止まってるわ。なんか着陸してきたの。11番ゲート、あれだね。隣に止まってんのは B78 じゃない、エアバスか。 A350 って書いてあるな。ちょっとでかいね。そして今回僕が乗るのは小さすぎるな。もうなんか見る限り清掃とかも終わってる感じやな。羽田空港の面白いところは風向きによって離陸着陸経路が異なることなんだよね。ちょうど向こうに立派な管制塔が見えるわ。今から行く小松空港っていうのは航空自衛隊小松基地と一緒の場所で、管制官もあれなんかな、航空自衛官なんかな、管制隊ってやつ。向こうに見えるのが第3ターミナルで、僕が前回マニラに行った時は140番台。そこら辺のゲートから行ったよな。この出国審査場からここまでだいたい1000メートルぐらいあるんだよね。ほんでこの高速道路を挟んだ向こうにあるのが ANA のターミナル。ふと空を見上げると羽田空港の巨大さを思い知る。あそこにも1機、そして2、3、4、5、6、7、8。それじゃ出国検査違ったわ。ただのセキュリティチェックだった。で無事入れたわけだけど誰もいないわ。これね、羽田にもあるんだ。乗っていいのかな。メンテナンス中だ。これ自動運転なんだよ。アンドロイドがはめ込まれてんのかな。結局何にも食べてないや。セブンイレブン17番マジで言ってる。なんもないのこっち。これが夜の国内線か。マジで誰もいないわ。そりゃそうだよな。小松なんか新幹線で行くような場所だぜ、もう現代では。ちなみにこれが午前1時の国際線ターミナル。雲泥の差だね。うわー、なんじゃこのおしゃれ空間は。こんなのないぞ千葉県には。素晴らしいね。テーマパークに来たみたいだぜ。なんじゃここは。制限エリア内にこんなものがあるのか。僕はもともと12番ゲートだったんだけど、札幌行きが遅れていたのか。なるほどね。てかお腹すいたマジで。どうしよう。JALプラザのおにぎり1個買うか。小松着いたらまた何か食べればいいよな。俺が買ったら閉店になったわ。ビール持ち込めるんだね。国際線って持ち込めたっけ。あとおにぎり買ったわ。ほな行くか。窓際だからもう行っていいんかな。使用機材はあれか。小さい飛行機久しぶりに乗るな。 L2 からだね。逆に後ろから乗るんだ。革張りで結構おしゃれな席だね。誰もいないわ。帝国やね。すごいスムーズ。
何もかも順調。もうドアが閉まってプッシュバックが開始される。ボーイング738国内線仕様、中型機に分類されるんだろうか。モニターが上から出てくるタイプか。安全ビデオちゃんと見るよ。おお、幻冬するのか。海外旅行に行く気分だな。テンポよく飛行機が搭乗口から離れてゆく。止まったと思ったらその隙を縫って別の国内線が到着したよ。すごい過密ダイヤだな。こんな光景見たことない。ありがとう JGS さん。それじゃあ行ってきます。かっこいい仕事をする人たちよ。外はとても寒いよね。安全に仕事をしてくれてるから僕らもこうやって旅行ができるんだ。誘導路を走ってる時、タイヤから床下に振動が伝わり、飛行機全体がドシンドシンと揺れてきしむ音が好きなんだよね。 ANA が駐機してる。エンジンをちょっと開けて点検してるな。夜間の作業は海風のせいもあってしんどいと聞くよ。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルト OK。 この飛行機も正直言ってなんで動くのかも理解できない。あんなに薄い翼でどうして空を飛べるのか、なぜ突風に耐えれるのか、なぜ国産飛行機は生まれないのか。すごい G だ。頭が背面に押される感じ。押しつぶされるほど強いものではないが、体が若干重くなる。全長 3360m、 東側の C 滑走路を新幹線と同じくらいの速度で滑走中。電車に比べると揺れは凄まじいものだ。10秒足らずでこの速度。ジェットエンジンの威力はすごいね。やっと離陸したか。 G はさらに強くなり、機体の傾斜角も上昇する。内臓が一気に下に引っ張られ、若干吐き気がしたよ。 D 滑走路の上を通過し、さらに上昇する。上昇角度はこれぐらい。普通の電車ではありえない椅子の角度だ。地面に対して体を垂直にしようとしたらかなり力がいるよ。ふと窓を見るとまばゆい光の群れが見えた。東京湾にはポツポツと小さな船の明かりが見えた。僕は恐怖を感じたよ。だって窓の外を見ると昼間と間違えるほどの光の群れが永遠に広がっていた。日本にはこんな綺麗な場所があるのかと心から感動した。人間はとんでもないものを作ってしまったね。およそ陸と呼ばれる部分は隅々まで眩しかった。今離陸した羽田空港が見えるよ。真下にはお台場とレインボーブリッジが見えた。空は暗いというのに地形がわかるなんて不思議だね。これまで東京を舞台にしたアニメや映画をたくさん見てきて、これは誇張された夜の東京だと思っていたが、とても信じがたいことにそれは現実だった。あそこの最も眩しい白い光は渋谷駅だった。その下の明かりのない場所は明治神宮。それじゃいただきましょう。ぜひ機内に持ち込んでお楽しみくださいと言われたので、まあ仕方なくいただきます。うまい。なんて贅沢なんだ。ネット上に存在するちょっと脱税してそうな一部の富裕層たちがヘリコプターに乗って東京の夜景を眺めてきたなんてことを自慢げに報告しているが、僕らはそんなことをしなくていいと確信したよ。安い時だと5、6千円出せばこんな贅沢な体験ができるんだからね。まあ今日僕は無料なんだけど。あ、ウェルカムドリンクもらったよ。小松線はホットドリンクやってないんだって。スープはあったと思うけど。おにぎりもいただいたよ。とても美味しかった。気づけば東京は離れてしまった。そういえば Wi-Fi あるんだった。フライトレーダーで現在地を確認すると、うせやろ、岡谷松本も超えちゃってるよ。マジかよ。20時58分に離陸。今21時22分。
ってことはもう着陸態勢入るな。急いで飲まなきゃ。お茶は空にしたよ。ビールも早く空にしないと。搭乗中の機体番号は JA346J か。到着予定時刻は21時41シー分。トベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれのないようお締めください。ああ、もう着陸態勢に入っちゃったよ。いや、惜しいな。昼間だったらね、立山飛騨山脈の素晴らしい景色を見れたのに。まあ東京の夜景は見れたからいいか、贅沢は言わないよ。向こうに見える集落は何だろう、高山か白川村か。意外と眩しいもんだな。山あいにはポツポツと民家集落があり、幹線道路を走る車も見える。現在19350フィート、高度は約5900メートル。おや、前方から韓国のインチョンから来た飛行機が来るぞ。同じ進路だし、縁起でもないこと言うとぶつかるかと思ったけど、そんなことはありえない。こちらは高度5800メートル、対してあっちは35000フィート、高度1万メートルを超えている。ちょうどこうやって通過したことだろう。間もなく着陸ってことは高度も抜かないとダメか。特に注意されなかったけど、一応抜いておこう。国際線だとすごい目が厳しいからな。眼下には高い山々が広がっていることだろう。もう雪も積もってるかもしれない。シートベルト着用サインが点灯してから約30分。飛行機は徐々に雲の中に入っていった。それを抜けると下界がようやく見えてきた。はじめまして、福井県。これが北陸の地か。かなり眩しいね。あっちが福井か。この飛行機が着陸するのは福井のちょっと上、小松空港。高度はかなり下がり、あと数十秒で着陸か。無事着陸。まあまあ揺れたね。おお、眩しすぎる。これが小松空港か。皆様、ただいま小松空港に着陸いたしました。この飛行機は6番ゲートに到着いたします。眩しすぎる。でも歓迎されている感がいいね。羽田も赤い文字だったな。飛行機は他に一機も止まっていない。なんて静かな空港。これが地方空港か。飛行機は地上スタッフに手招きをされながらゆっくりとゲートに進入する。ボーディングブリッジは結構新しいのかな。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。無事到着。早すぎたな。まあこれぐらいがちょうどいいかもしれない。何この匂い。すっげえ旅館の匂い。なんじゃこのレトロな表示は。すげえな。なんやこれ、見たことない。僕は預け荷物ないからここに用はないけれど、こんなレトロな機械見たことがないから見学したくなった。早すぎるな。これが国内の空港か。やば。初めて見たこんなの。数十メートルも離れていない飛行機から荷物を積み下ろし、トラックで運び、この壁の向こうでまた荷物を積み下ろし、旅客に無事返す。羽田と比べ全てがコンパクトだね。何これ。あ、もう出発はないんだ。この後 ANA が来るんだね、5分後に。これはすごい雰囲気や。どうしよう、金沢駅乗ろうか迷うな。小松駅に乗るか。値段あんま変わんないんだよな。本物や、本物やな。怪我をする恐れがあるらしい。危ないやん。じゃあこれはそうか、俺福井県来たことなかったわ。鳥って本当に恐竜の仲間らしい。恐竜の子孫ようわからんけど。で、あっちが ANA のカウンターか。うわ、こんな時に映像の世紀が始まっている。俺にあのような映像を作れってことやな。ごちそうさまでした。ここが空港だとはあまり思えなかった。国鉄が作った典型的な駅の待合室。少し待てばディーゼルカーの音が聞こえてきそうだった。あれが金沢行きか。小松駅に乗ろうかな。15分後。小松駅開業したんよな。来たからには乗らんといけないよね。木更津の亀田バスターミナルだっけ、そんな感じの雰囲気あるな。
小松駅まではバスでだいたい15分。自動運転バスもあるみたいだけど、この時間はないみたい。普通のバスがやってきて5、6人しか乗ってないな。後ろからはクルーたちがタクシーに乗ってついてきていた。過酷な仕事お疲れ様です。また早朝の便で東京に帰るんだろうか。まさか北陸新幹線新駅をこんな形で来るとはね。これが小松か。この音、飛行機に乗って聞くとは思わなかったわ。え、次の電車20分後だよね。北陸新幹線30分後、いや40分後ぐらいなんだよね。ちょっと微妙なんだよね。28分の新幹線今行っちゃったばかりで、どうしようね。 IR に乗って行ってもいいけど5分差で新幹線に追い抜かれるんだよな。これ管轄が JR 西だけど、タッチで新幹線で行けんのかな。行けるんやったらそれで行きたいけども、45分後次の富山駅、いやー微妙やな。素直にここはなんだっけ、連絡バス乗って行くべきだったが、ちょっとやることがなさすぎる。いや、あるっちゃあるけどちょっと暇よね。あなたのスマホが時刻表に、行き先はウェスターアプリでご確認くださいってやつ。さすがに東京行きはないか。当たり前だよな。唯一のやることがなくなっちゃったよ。これ小松と言ったら小松、あ、一応研修センターなんだ。なるほど、初めて見た。でかすぎんだろショベルか。日本ではまず使われないこのなんていうの、ダンプカー。あっちの大理石とかそういうのを運ぶために作られてるんだよね。なるほど、4時半までなんだ。はよな、大阪とかに繋がってくれりゃいいのに。大阪まで繋がったら30分ぐらいあれば行き来できんのかな。それは無理か。串カツでも空き時間で食べに行きたいけどね。僕はこの小松空港からやってきたわけで、おお、なんか濡れてる。雫か。こう来たのかな、こう来たんだ。そうやね、今来た輝き5175は19時56分に東京出て、金沢22時23分着やわ。圧倒的に新幹線の方が楽やねこれ。だって大体8時ぐらいにもう空港着いてたでしょ。でそれにダラダラ乗ってたらもう金沢に着いてるわけよ。小松にも今着いてる。大体まあこっちの方が楽かな。残念ながらこの北陸新幹線の圧勝ということになってしまったね。まあでも小松空港はここから台湾とか国際線もあるから、そういった面で重宝するかな。やっぱ旧北陸本線乗っていくか。10分後に出るわ。北陸新幹線はいつでも乗れるしね。さすがにスイカ使えるよなこれ。すげえ、これが北陸本線か。初めて乗るぜ。テーマパークに来たみたいだぜ。なんか全体的に綺麗。なんで？新しいのかな。日本の未来を空から守る。いやもうほんとね、最近ねいろいろ笑えない状況になってるからね。パイロットなりたいね。かっこいいからね本当に。これ大人用じゃないじゃん。椅子が壊れそう。やめとこう。 IR 石川鉄道。なんかこの北陸エリアって全体的に駅が新しいから本当に全部綺麗だな。あ、通過列車もあると。なるほど、綺麗すぎんだろ全部。おー、初めて生で聴いたこの曲。ガラッガラやな。こっちはピンクか。 IR 石川鉄道元い北陸線の車両、初めて乗ったんだけど、新快速と同じ車両なのかな。でもなんかちょっと違う気がする。ドア横のスペースあんなに広かったっけ。おにぎり買ったよ。うまいからねこれマジで。見てくれこの醤油の量、ちょうどいいんだよ。面白い名前の駅名だ。ここら辺ではあまり聞き慣れない駅名が連続した。
電車に揺られること40分くらい。人口約45万人の都市に到着。これ初めて見た気がする。ていうかこれが金沢か。人生初の北陸がこんなんで良かったんだろうか。まあいいよね。北陸新幹線で東京から3時間ぐらい、そんなんじゃつまんないよね。楽しいわ。乗れればええけどまだ料亭に決めてないんだよね。なんか西って結構電光掲示板目線にあること多いよね。こんなん近くで見たの初めて。触っていい？ああ、こういう質感なのね。サラサラやな。アンチグレアディスプレイっていうのだっけ。どうでもいいわ。はい、ホテル行こう。ホテルの人からね電話かかってきたんだよね。なんかデフォルトの設定でうるさいな、ちょっとなんか15時チェックインみたいなそういう設定になったらしくて、だから来ないんですかみたいな風に言われてね、いやーちゃんと行きますよって電話しました。クリスマスやな、そういえば580円だった気がする。これが金沢か。まあ観光は明日の朝やるわ。とりあえずね、もうあと20分でチェックインだから12時だから早くホテルに行かないとね。こりゃすげえわ。ようこんなの作ったな。絶対雨降ってこないじゃん。明日輪島に行きたいけれども、そのバスではクレジットカードのタッチ決済が使えるらしい。ようわからん。なんかなんだっけ、交通系 IC は使えないんだよね。やばすぎん。これなんか意外ともうちょっとでかいのかなと思ったら手届きそうだけど、そんなに手届くほど低くもない。これ立派やね。立派な鳥居じゃないですか。テンション上がってきたな。でも早く寝ないと明日5時ぐらいに起きなきゃいけないから。いや夜も美しい。こうやって内側から見るのも悪くはないね。すげえな。これどういう作りになってるのも、さすがに中には鉄骨が入ってるけれども、いや美しい木やで。これ本当に金沢駅開業してからだいたい何年、もう10年ぐらい経つ。そこの新しい駅舎、北陸新幹線が来て10年ぐらい経つっけ。すげえ。この湾曲した鳥居の天井って言っていいのかな、ひさし、これがまた美しいわ。曲げてはない。曲げわっぱのようになんか木を熱して圧力かけて曲げてるわけではない。まっすぐとした木だけども、いや美しいね。これ夜に来たからこそ美しいと思えるわ。こちらもねなかなか芸術よ。ガラス張りの屋根。ほなもう行こう。寒すぎ。俺なんだっけ、泊まるホテルわかんないや。なんかホテル金沢東館みたいなそういう名前だった気がする。いやでも立派でしょ。これ立派すぎんか。なんて美しいんだ。綺麗やな。いや12月1日だけどね、全然寒くないわ。もう正直雪とか降ってるんかなと思って警戒してたけど全くなんもないね。でかすぎんか、このなんか謎の流線形の屋根。うわ、快活クラブあったんか。快活に泊まってもよかったけどな。まあでも結局朝までいるってなると5000円ぐらいかかるっしょ。金沢駅前でも。加賀料理って何ですの？ちょっと気になるね。あったかいとか嘘、寒い。いや俺がちょっと薄着しすぎたんだよな。さあさあ、ホテルに到着。早くシャワー浴びて寝よう。明日本当に朝早いから。よき。さあ泊まろう。もうめっちゃ当たりのホテルやんこれ。これ4000円 ?4000 円台 ?4680 円とかなんかそういう値段だった気がする。ヤフートラベル。ホテルのね検索の仕方なんてもうマップで Google マップで調べりゃね安いのが一発出てるんで。めちゃくちゃ綺麗だよ。まあ普通だな。大浴場あるなら行くか。じゃあほんでこれは何、この金箔。金沢といったらこの金箔のイメージだけど、これは別に金はイメージしてないだろうな。こういう系の窓さ開けるの怖いんだよね普通に。冬だから虫とか入ってこないだろうけど。怖っ。高っ。7階やって。あれ何、金沢スタジアムとかそういうのある感じ。これどうやんだっけ。なるほどね。だっ
じゃん。 CA さんとかってホテル着いたら速攻で荷物全部出すらしいけど、絶対嘘やな。やってる人絶対もうこういう旅行のね荷物なんかね、ジンバル、電源メガネ、下着類、それだけだな。あとマイク。なんか本当は金沢といったらアパホテル1号店があるじゃん。そこにね行きたかったんだけど、そこにはねバス乗って行かなきゃいけないんだよね。だからちょっとこの時間に到着見込んでたんで遠いなってことで断念した。まあ次回また金沢来る機会があれば絶対アパホテル1号店に行きたい。こういうビジホに大浴場って珍しくておもろ。誰もいないといいな。貸し切りやね。こういう感じね。いや、とってもいいお湯でしたね。誰も来ず、まあ、10分ぐらいしか入ってないけどね。まあもう寝ようかな、歯磨いて。おやすみなさい。朝だ。もう10時になろうとしている。いい朝。向こうに北陸新幹線の高架が見えるわ。下は普通の瓦屋根の民家だ。ああいう新しい家でも黒い瓦なんだ。朝食の最終入場は9時までか。そもそもついてるって知らなかったんだよね。まあ無料だしいいか。すげえ浜松駅前みたいなビルがあるわ。と思ったらJALビルだったわ。今の時刻は10時ちょうど。20分後のバスに乗って輪島に行こう。その前に朝食食べないとね。駅中にある白山そばっていうのが美味しいらしい。こちらが全日空のホテルか。でかいな。外国人はね全然いないわ。日本人観光客も多い。あれか。そばはすぐに出てきた。七味いっぱい入れるのが好きなんだ。値段は400円か500円くらいだった気がする。いただきます。麺は若干太くて乱切りではない。歯ごたえはとても面白かった。硬いわけでもなく柔らかいわけでもなく、ちょっともさっとした感じ。僕はもうちょっとね硬い方が好きなんだけど、そば粉が多いってことなんかな。ごちそうさまでした。手軽な朝食最高。この七尾線に乗って七尾まで行ってそこからバスに乗るって手もあるけど、ちょっとね面倒なんだよね。あれか、輪島特急はもうそのまま乗っていいんかなこれ。クレジットカードでのタッチ決済。乗車率は結構ある。窓側の席がほとんど埋まってるくらい。僕の後ろには誰もいない。窓がねでかいから一個前にしたんだ。時間通りに金沢駅を発車。この車は能登里山空港経由輪島特急輪島駅前行きです。能登町珠洲市方面の乗り継ぎ便がご利用になれます。これより終点輪島駅前までの停留所をお知らせいたします。終点の輪島駅まではおよそ3時間。駅とついているが今はもうバスしか来ない。能登鉄道が来ていた頃の名残である。金沢駅周辺の観光は全くできなかったが、来年また行くことがあるだろう。石川県立中央病院、ちょっと豪華すぎるな。建物の作りが全体的に駅っぽいんだよ。これは石川県庁か。隣に石川県警察本部もある。しばらくは幹線道路を走る県道60号線か。この先海沿いの能登里山街道を通って七尾市を越え輪島方面まで向かう。立派な金沢港の横を走る。これは太平洋セメントのタンクか。金沢クルーズターミナルと、これは金沢コンテナターミナル。大きい船もここに来るんだろうな。町からこんなにターミナルが近いとは思わなかった。日本海の航行に便利な新日本海フェリーはこの金沢港には来ないんだよね。福井県の敦賀を出たら次は新潟に寄港する。ここは主に海外に行く船しか来ないのかな。金沢の家には黒い瓦が目立つ。主に能登地方で生産される能登瓦。能登地方は沿岸に多くの家があり、強風と塩害に悩まされる。釉薬を塗り高温で焼くことによって防水性と強度が高まるらしく、能登地方で重宝されてきたようだ。
過去の遺産というわけではなく、新築でも使われてるのが面白いところ。これが能登里山街道。しばらく走ると千里浜渚ドライブウェイ、日本で唯一砂浜を走れる道路みたいなものがあるんだけど、この輪島特急は走ってくれるのかな。なわけないよね。途中渋滞に巻き込まれることは全くなく、広大な日本海とともに約30キロひたすら爆走し続けた。遮蔽物が全くないから風に煽られて車体が大きく揺れるかと思ったら、意外と安定した走りだった。強風で屋根がめぐれてるよ。日本海ってやっぱり荒れてるよね。地震の被害関係なく、青森でも五能線とか乗ってるとよく見る光景だ。おっと、いつの間にか四国に来てた。金沢は晴れていたけど、能登の今日の天気は雨らしい。だんだん天気が悪くなってきたよね。映像の工場がある。パソコン使ってる人ならわかるんじゃないかな。あれはモニターを作ってる会社だよ。ああいうところにあるとは。先ほど一瞬だけ新しい道路を走ったけど、ここはまだ工事中か。震災で橋がどうにかなってしまったのか、道路も時折片側車線になっている部分が増えてきた。ここら辺の田畑や小高い山はとても綺麗だった。おー、ナイスタイミング。運よく着陸してくれたよ。ちょっとだけ秘境区間を走った。紅葉が綺麗な時期だな。東京はもう終わってしまったけど、石川県は12月に紅葉が綺麗に見れるんだね。緑の大山を背景に紅葉と柿と踏切、立派なかやぶき屋根、復旧作業中かな。太陽が見えたよ。同時に海も見えた。ここら辺は七尾北湾でいいのかな。七尾湾の中には島があるから名前が場所によって変わるんだ。穴水駅に到着。現在ののど鉄道の終点の駅だね。バスはここからさらに1時間輪島方面に向けて走り出した。しばらくは山を走っていたんだけど、能登里山空港に着いた。なんか飛行機が止まってるな。初めて見るタイプ。展示されてんのか。ボーディングブリッジがすごい綺麗じゃないか。これが能登空港か。噂でしか聞いたことがなかったが、本当に実在していたんだ。2年前の元旦、能登地方は交通が大きく麻痺した。道路はもちろん、この空港の滑走路も到底使えるような状況ではなかった。幸い建物には大きな被害がなく、一部のガラスが割れたものの、空港は避難所として使われるようになった。滑走路の応急処置には時間がかかり、しばらくは自衛隊の輸送機などが来ていたが、民間の ANA が着陸できるようになったのは地震発生から27日後だった。2年前は週3日の運航だったが、現在では地震発生前と同じく1日2往復をしている。能登半島に行くなら絶対この能登里山空港を利用すべきだと思う。輪島駅までバスで1時間もかかんないくらい、とっても近いんだ。Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. 震災から間もなく2年経つわけだが、能登里山空港を越えるとバスの車窓からは地震の爪痕らしき光景が増えていった。 Your truth and good will come to you. Home, sweet home. Home, sweet home. Grounded, 意外とあっという間だった。終点の輪島駅に到着。運賃は後払い、ビザタッチと現金が使えたよ。さあ、お腹が空いた。もうお昼ご飯を食べないと。だけど僕の背後には息を飲む光景が広がっていた。
先順位ってあるよね。どれを一番初めに復旧させるべきか。ここは人は住んでいないし、病院でもなければスーパーでもない。ガラスは割れ、地面は歪み、建物は傾き、地震発生当時の瞬間を記録していた。全然寒くはない。気温は14度ぐらい。あったかいな普通に。雨ももう止み始めたな。紅葉の時期が重なってちょうどよかった。そうか、ここ金沢だからゴーゴーカレーあるんか。行ったことないし行ってみるか。これが輪島の全体図。これがもともと輪島駅だった場所か。僕のホテルはちょっと歩いた先10分くらいか。だいたいここら辺、いやここら辺かな。ほんでここはもともと輪島の朝市があった場所。能登鉄道が穴水から昔はここまで来てたんだよね。で本当は今日この後船に乗ってなんだっけ、この島にね行きたかったんだけど、冬季はねカニ漁のためやってないんだよね。残念だ。本当にあるんだ。実は行ったことがない。東京にたくさんあるのにね。意外と高いな。900円もすんのか。おすすめとかわからんな。何がいいんだろう。なんかメンチカツ多いな。ロースカツとか。それじゃあ早速入店。キャッシュレス決済が使えたよ。水はセルフとごく普通のカレー食堂だね。営業時間が午前と午後で分かれているのが面白いと思う。カツを揚げたのか5分か10分くらいで料理が来た。なんてうまそうなんだ。いただきます。フォークで食べるんだね。福神漬けは自分でたくさん入れたよ。カレーのルーはかなりドロッとしていてフォークでも問題なく食べれる。キャベツとカレーの相性って意外といいことに気づいた。動画を編集してる今また食べたくなってしまったよ。この揚げたてのサクッとしたカツ、カレーと相性があって本当に美味しかったよ。すごいね。至る所で地面が隆起したりしてるよ。いいね。こういうのがあるよ。高校生以下は無料で大人は200円。おー、アプリ入れてみたけど実際めちゃくちゃスムーズやん。でこれが全部このエリア内なら1回200円とかなり安いね。で実際乗ろうってなったらこうやって続行して依頼すればいいわけね。決済手段クレジットカードなのかよくわからん。でも車内で何かしらの決済を必要らしいんだけど、何なんだろう。現金だけなのかな。路線バスもそれなりにかなり走ってんだよな。まあやっぱ近場しか行かないんだけどさ。いやゴーゴーカレー初めて食べたけど美味しかったな。あんなにドロドロした、そして具ともうなんかキャベツをカレーと一緒に食べるみたいな感じだったね。量が多いんで俺は小でよかったね。この輪島駅の向こうにある文化会館、旅館だったのかな。今も完全に立ち入りができなくなってる。建物にひびも入ってるわ。そもそもね、1階部分がめちゃくちゃやから。駅前にはあのように仮設住宅がいっぱいあって、まだ住んでる方もたくさんいるだろうな。車通りがかなり多い。なのに駅前はあんなに静か。駅間めちゃくちゃ短くして電車走らせたら乗る人いるんじゃないかなと思うけど、ここら辺は火事で家がなくなったんじゃなくて倒壊の危険性があるから解体されたっていうのが多いだろうな。ほんで有名な輪島の朝市通りはここをずっと直進か。やっぱ全体的にまだ地面がデコボコしてるけれども車道がねかなり綺麗よね。北国新聞社、基礎にクラックが入ってる。外側だけだからまだ使えるってことなんかな。どうなんだ。地盤の変動によってこうやってまだマンホールとかが出てるところがあるんやね。前に比べたら少なくなったって言うけれども電話回線とかかな。何なんだろ
バスに乗ってる時もよく見たけど、薬局、ここら辺の有名なチェーンなのかな、ジェンキーでいいの。ああいった薬局でも瓦屋根を使ってるんだ。面白。なんか松木屋グループなのかな。やっぱり歩いてる人は少ないよね。まあそれは田舎だから歩いてる人がいないっていう、まあごくごく当たり前のことだと思うんだけど。小学校の体育館が見える。ヒカキンが行った小学校はあそこなのかな。輪島の小学校に行ってカレーを振る舞うっていう動画があるんだよね。子供たちがめっちゃ喜んでいた。ここら辺1月とか2月とか3月になるともう雪がやばいらしくて、今12月の2日だから全然あったかいんだけど、相当大変らしいよ、雪が降る日は。全体的に2階建ての木造の家屋が並んでいて、道路には電線が全くなく、とても景観がいい街だよね。なんとなく家が歪んでんのわかるかな。立ち入り禁止のポスターが貼られてないけど、まあ多分住んでないんだろうな。だいたい焼失面積が49,000平方メートル、焼失棟数が240棟、死傷者数などは現在調査を継続中と。今僕がいるのはだいたいここら辺かな。これが海の方だよね。だいたいここら辺が全体的に燃えてしまったと。おー、今こちら側に、今僕は北側に向かって歩いているんだけど、風もこのように流れていて、火災も北側に向かって広がったらしい。それにしてもホテルルートインの存在感すごいな。真冬の時はあそこに泊まりゃ安心安全やね。なんとなくテレビでは見ていたけれども、実際ここに来るとまあ言葉はちょっといろいろ選ばなきゃいけないですよね。時間が止まってるかと言われればそうでもないんだよね。車がねかなり多くて、人の動きがかなり活発なんよ。余震も何回かあったからね、こうやって塞いでもまた広がったりしてしまうんだろうな。錦川通り、マリンタウン、あっちには貸しボートのなんかそういうところ、足湯なんかあったっけ。そんなあっちにあったんだろうけどなくなっちゃったんだろうな。なんかあるわ。動くんかな。おー、冬になるとどうしても火災が多くて、この間あった香港でも大規模なマンション火災があった。その後は日本の佐賀県でも大規模な火災があり、悲しみをこらえながらインタビューを受ける人の映像が印象的だった。まあ僕らができることといえば、やはり火の元には気をつける、これだけよな。僕も出かけるときはガス栓をチェックしたり、コンセント余分なの刺さってないか確認して出かけているよ。すごい悲しい曲だな。もともとああいう悲しい曲なのか。まあ演歌ってそういうもんだよね。もともと中庭でもあったのかな。何かメッセージ性を感じるけど、多分そうよね。この木だけが生き残ってるわ。ここはまだまだ入り口に過ぎなかったんだ。本当に輪島の朝市はなくなってしまったんやね。ここから先が立ち入り禁止になっているわ。酒蔵か。
今は工場とかがやられちゃったからここでは作ることができないっていうけど、金沢とかの工場を借りてお酒を作ってるらしいね。飲みたいな。でもなるほど、こりゃ大変ですわ。火元は近くても燃えなかった家はたくさんあるんだな。こういう消火設備が新しくつけられたんだね。こちらもあれは輪島市の職員さんかな。なんか作業服着てるわ。もう草木も生い茂っちゃっているわ。木は生えてないか。電柱があるけれども地中化されてなかったんだ、一部地域では。なんだろうね、正直言って東北ではこういう景色ってよくあるけれども、福島の大野駅にも何回か行ったけれども、あそこは家屋がねまだ解体すらできない場所もあるけれども、ここは解体してしまってもう本当に何もなくなっちゃったんだな。人が住んでいたんであろうということの形跡がねないから、だから何も知らない人がこの景色をパッと見てここに家があったなんて思わないだろうな。地震の継続時間は約40秒。震源は能登半島と佐渡島の間にある活断層。直後に大津波警報等が発表された。ここは思い切り海の近くなので多くの人が高台に避難をした。実際津波は観測され、能登地方周辺では5メートルの高さが予想されていたが、観測された高さはとある理由により54センチだった。地震発生は16時10分。火災が発覚したのは17時頃だった。朝市通り周辺の建物は外壁面に板張りがされており、多くが古い木造住宅で防火性は低い状況だった。それに加え断水、建物崩壊により消火は困難を極めた。消失したエリアはこっち側だけじゃなくて反対側もあるんだよな。ちょっと広範囲すぎるよね。この電線も全部切りようにも収集がつかないんじゃないかな。どれから切ればいいか分かんないかもしれない。どの電線が生きててどれが死んでるのか。ここは約5日間も燃え続け、鎮火が確認されたのは1月6日だった。熱で何かが飛び散った後だ。津波警報が発令されていたため多くの人が避難していたが、この区画では約10名の方が亡くなられた。焼失面積は49,000平方メートル、焼損棟数は240棟。焼失した家屋の解体には多大な時間がかかり、現在も継続中のようだ。
ってるんかこれ。使ってなさそうやね。輪島警察署閉鎖って書いてあるわ。防犯カメラ作動中。一応電気は来てるんだ。なんかすごいあれやね、普通の家みたいな交番だな。ここでいろいろとなんかここら辺の人と住民さんたちと喋ってたんかな。これもなかなかすごいな。堤防がちょっと曲がってしまったのかな。風に流されてら、いや泳いでんのかな。足をちょっと動かして。今の時刻は3時半。あそこの丘に登って輪島に沈みゆく夕日を見ようかな。あそこまで30分かかる。本当は今日隆起した海岸を見に行きたかったけど、さすがにね4時起きはしんどいから諦めたよ。また明日早く起きてバスに乗っていこう。それが一番いい工程だね。やっぱりね、普通の田舎とちょっと違うのは至る所で工事の音が聞こえてくるってことやね。もうみんな家に帰る時間かな。仮設住宅にたくさん車が止まっているわ。ダメだ。この丘の上に登ろうと思ったけど山が崩れちゃってるわ。もうすぐ夜が来る。宿に戻ろう。みんなまたここに戻ろうとしているんだね。だから工事がいっぱいされているんやね。輪島第二団地、一応仮設か。まあこういう詐欺も増えるよね。病院は見当たらないけど薬局はあるな。やっぱこういう海辺の仮設住宅に住んでる人は漁師が多いのかな。すぐ後ろが船だよ。鴨さん、早くお帰り。やばい、雨が降ってきた。海が綺麗だな。明日行ってみよう。夕日はあちらの方だわ。山に隠れて見えないね。他に無理して登んなくて正解。ちょっと雨強いな。うわ、これもすごいな。隆起してもうめちゃくちゃになってるよ。よいしょ。変電設備も斜めになってもう使えるんか。3時でこの暗さなんだけど、夜になってんじゃなくてこれ雨雲か。早く宿に帰らんとやばいやん。かつてここは賑やかだったんだろう。今は人気はなく、工事の音が聞こえるだけ。寂しさを語るものすら消えつつあるわ。
あちらの解体工事は去年ぐらいまでは道路に瓦礫が散乱してたりそういう場所もあったようだけど、もう今日は全くそういうところがなかったね。工費による解体で着々と復興が進んでいるんだね。この看板はずっと前からあるんだろうけど、津波はあまり来なかったんだよね。低くてじゃない、高くて1メートルぐらいしか来なかったんだっけ。このルートイン輪島は何にもなかったのかな、傷とか。さすがに耐震設計されてるか。あっちになんかいろいろ飲食店ありそうだな。さきさん言ってたっけ。そうだね、輪島フグが有名だったね。鉄拳、なんで鉄拳って鉄道とか建設してるなんだろうな、工事会社、施工会社なんだけど、てかルートインやってない感じ今もしかして。ルートイン輪島本館災害復旧工事、やっぱ被害受けたんだ。あっちの本館ではない方は通常営業してるってことなんかな。すごいね、なんか今日は満室らしい。そんなことある？そんないっぱい泊まるんか。工事関係者が泊まってるのかな、いっぱい。向こうに見えるでっかい建物は工芸の博物館らしい。キコ会館とか言われてるらしいけど臨時休業中だったわ。ここら辺はすごいね。本当に地盤が押しつぶされているよ。地震の力、プレートの動きはすごいな。これが今日の宿ね、梅の屋。1階はラーメン屋になってる。いいね、ラーメン食べよう。1泊5000円くらいだったかな。なるほど。ドミトリータイプの個室。ラーメン屋は5時からだって。天井付近に窓がないから大きな声では喋れない古民家ドミトリーって感じ。とっても綺麗な宿だね。後ろにはシャワールームがあった。めちゃくちゃいいな、雰囲気が。この街の雰囲気も良かったんだろうね。ブルーシートがかかってる。この宿も何か被害に遭ったんだろうな。夜やってる飲食店はここら辺だとこの店だけだった。なんて運がいいんだ。コンビニすらないからね。いただきます。手作りの温かい料理が食べれるだけでありがたいことなんだなと実感した。僕が頼んだのは混ぜそば。こうやって汁、玉ねぎ、ひき肉、野菜を混ぜて食べるんだ。日本は麺をすする文化だからね。外国人が見たら驚くらしいけど。いや、台湾混ぜそばめっちゃ美味しかったな。ビールも飲んじゃいましたね。てかもう明日朝早いだろうからシャワー浴びて寝ようかな。なんか輪島市かわかんないけど、どっかの役所の広報の人がね来てたな。広報って腕章をつけてでっかいカメラ持って今日一泊するみたい。てかね、こっから8分歩いたところに宿のオーナーかよくわかんないけど同じ系列の日帰り温泉があるらしくて、そこにねなんか無料で入れるよみたいなチケットをもらったんだけど、いや8分歩くのはちょっと遠いなってことで、普通に歩くのもしんどいんでもう普通にシャワー浴びようかな。結構ね良さそうな露天風呂とかもあるんだけど寒いから。寒すぎ。1000円札しか持ってないから両替してもらおうと思ってフロントに行ったらもう誰もいなかったんだよね。だから飲み物は買えないんだ。そのためにわざわざ深夜の7時だけど夜の輪島を歩いてるよ。やることがないからね、深夜の気分だよね。でもこの郵便局かなりでかいね。夜なのに人がいるよ。こっちの明かりの方に来ればなんかあるかなと思ったんだけどないね。熊とかいるのかな。どうなんだろう。この蔵よく残ったね。揺れによく耐えたね。
自動販売機がないぞ。あと何かの動物の鳴き声が聞こえる。あれか。喧嘩してんのか？じゃないよ。何をしてんの？何をしてんの？逃げた。お前それでええんか？見えてるぞ。喧嘩してたんちゃうんけ？行くん？そっちに。喧嘩終わり？終わりなん？終わりだそうだ。じゃあな。雨が降ってきたからね、フードをかぶってんだけど寒いね。なんでこんな道端で喧嘩してたんや。あー怖いね、夜の街は。ありました、いい匂い。温泉があるんだ。次回はここに泊まろう。かなりの雨だね。早く帰らんとびしょ濡れになっちゃう。僕はこの今ぐちゃぐちゃになってしまった輪島も風情を感じるよ。全てのものをまっすぐにするのは難しい。だけど人間は根気強く地球に人が住めるように向き合っていた。だが自然の力はあまりにも強すぎた。次回の動画ではそれを理解することになるだろう。いかがでしたか？今回の動画ではドキュメンタリー番組のような大人向けの雰囲気を前面に出して制作してみました。どのシーンがいいと思いましたか？コメントは後日返信します。今後もまるで自分が旅をしているかのような臨場感たっぷりの動画を投稿してまいります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。企業の方、地方自治体の方へお仕事を募集しております。詳しくはメールにてお問い合わせください。